今回もご視聴ありがとうございます。今日はね、前後カメラ付きのドライブレコーダーですね。それが届いたんで開封していきます。マックスウィンのハイスペックデジタルルームミラーです。はい、こちらの商品は 8.88 インチのデジタルルームミラーです。フロントカメラ分離式、前後同時録画、タッチスクリーンと表示範囲調整可能、純正ミラー交換タイプでバックギア連動となっています。まず本体を見た方がいいのかな。メモリカードが入るのかな。裏面がコードがついてて、で下側に電源がついてると。これが本体で、こっちに付属品ですね。開けます。まず1つ目だね。これがケーブル、リアカメラ1と2ってあるね。バックとの連動の配線ですね。こっちが電源コードでカメラ1。これはヒューズとアクセサリーとグランドでバッテリーだね。あ、これフロントカメラだね。あ、ここで動かせれるんだね。ここでつまみがついてて、こういう感じで動かせれるから、これはカメラを固定する台だよね。これがリアカメラ。リアカメラも同じように動くね。次にバック連動の線の延長になるのかな。さっきこっちにあったやつのこことここをつなぐ感じだね。延長する。で、最後がデジタルルームミラーの取扱説明書になります。中に入ってたものの説明ですね。まずこちらが本体ですね。これがフロントカメラ。で、こちらが配線のケーブルですね。アクセサリーと常時電源とグランドのアースですね。本体とつなぐ部分のステーになります。で、これがカメラ部分を支える配線コード隠しなのかな。こちらと合わせて一緒に配線コードを隠すっていう感じですね。この内側を通って後ろまで行く、こういう感じでコード隠しで隠すっていう風ですね。で、こっち側がバックカメラとバックの配線。これはバック連動の配線ですね。これでつくと思います。こちらも必要になるので、これ開けますね。これも MaxWin から出てる SD カードになります。32GB を使用して録画します。自分がスズキのジムニーに乗ってるんですけども、そのジムニーに取り付けるやつですね。こいつを外して、こうくっつく天井から吊り下げる感じですね。ジムニーの場合はこれが別で必要になるそうなんで、こちらも MaxWin で購入ができます。最後が前後方同時録画。これはマグネット式の煽り運転だったりとか抑止できればなっていうので、これを取り付ける時に重要になってくるのが工具なんですよね。一式あります。これがね、便利なもので、ドライブレコーダー取り付けるときに、正っていうのかな。そういうものが一式入った商品がありまして、内張り剥がしだったりとか、両面テープだったりとか、これはまあこっちとつけるんですけども、追加で電源が欲しいなと思われるときに、こういうものを使って電源を取ったり、ヒューズと、これもヒューズだね。必要だったりするんで、一式便利なものが揃ってるのは嬉しいですね。最後、ワイヤーが入ってるんですけども、カメラの配線を通す時とかに使うものです。こちらをね、利用して、このドライブレコーダーをつけていきたいと思います。では、やっていきましょう。これさ、スチールなんだよね。こっちさ、純正がプラスチックで、こっちの方が高級感がある。
璧だぜ。イヤーのケーブルはここを通って後ろまで行きます。ここをね外してきます。前からここを通ってだね、ここを通ってで内側まで行ってここを通ってでそこからこっちだね通すっていう感じで、中を通ってここを通っていう感じかな。バリ汚いんで掃除します。逆か、逆だ。こうだからこれをこっち側通さなあかんのだ。でこっから持ってく感じだ。やり直しだ。完璧だぜ。こいつをここを通して、お、来た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 。お、来た来た。通ったよ。これずっと通していけばいいってことでしょ。通るのか。こいつも通さなあかんのか。もう一本あるのか。あとグラウンドもから通る。じゃあこれも通します。YCC でここは常時電源で、ここにアースを取ってます。バックカメラですね。配線がここを通って配線行って、ここの下を通って配線ですね。でここで茶色のバック信号の配線とこの紫の配線をつないで、カメラの方はそのまま前の方ですね。純正のバックカメラなんですけど、それと同じ線がここ行くんですね。フューズボックスがあるので、ここからアクセサリーと常時電源を取るのと、あとグラウンドを取ってます。でそのまま上行ってピラーから出て天井を這わせてここのカメラのところに行ってますっていうのと、さらにここを通ってこの配線から通ってルームミラーのところに来ています。はい、配線はこれで完璧なので、剥がしたものを戻していきます。つながった。日時を設定しろって言われたんで、日時設定します。はい、機能の説明ですね。まずこれが後方のカメラですね。でこれが前方のカメラ。この左側で切り替えです。
で、この2個目のフロントとバックのカメラが出てきます。で、ここをタップするとフロント、バックの方をタップすればバックの方に切り替わります。上下でスワイプで表示してるところの上下を見ることができます。で、次にこの DVR って押すと録画が開始されます。これですね、撮影ボタンですね。なんで押せば撮影します。でこれが設定で、ここのリアカメラタイプって呼ばれるものが A と B あって、今回つけたのが車内用のリアカメラだったんで、そちらの方を設定しています。そのあたりぐらいですね。この辺も設定あんまり変えてないです。ちょっと触った感じ、だいぶ熱を持ってる感じはしますね。はい、ここから良い点になります。一つ目、フロントカメラ分離式。これが地味に良くて一体型じゃないので、ミラーの方向を変えてもフロントカメラの調整が必要ないです。気軽にミラーの向きを変えれるのがいいです。眩しかったりするとミラーの角度を変えるので、その時にフロントカメラの位置が変わらないのが良いです。2つ目、モニターの映像が綺麗。映像がクリアで綺麗に見えます。夜間でもはっきりと確認できますし、街灯の少ないところでも認識できます。3つ目、画面のオンオフが簡単にできる。画面を消したい時にワンタッチで消せます。車内を確認したい時もあるので、その時は通常ミラーとして使います。簡単にオンオフできるのはとてもありがたいです。4つ目、駐車監視機能。実はこのジムに当て逃げをされているんですよね。お店に駐車している時に当てられています。いわゆるドアパンチというやつです。以前乗っていた車も当て逃げされていますし、故意による引っかき傷もつけられたことがあります。駐車中の傷はどういう感じで当てられたのかわからないので、駐車監視機能があると安心して車から離れることができます。以上が良い点になります。次に悪い点です。悪い点というか改良してほしいところになりますが、カメラが大きいです。ちょっと主張が強すぎる感じがします。もう少しコンパクトにしてくれるとありがたいです。はい、以上になります。今回はドライブレコーダーをジムニーにつけてみました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。